皆さんこんにちは。今回は地獄と天をご案内します。日本全国にはいろいろな地獄があるが、ここ神奈川県南足柄市狩野にもそれは存在する。では早速お見せしよう。これが南足柄市狩野にある清左衛門地獄池だ。ご覧ください。これが地獄池。とっても爽やかですね。まるでモネの睡蓮の池のよう。透き通っていて鯉なんかも泳いでますね。とても和みます。水中なんか見てください。このオーシャンブルー、ボケているけど色味は分かりますね。これは一切加工していません。スマホで撮ったままです。池のほとりには厳島神社があって、凛とした美しさを感じます。さらにお隣には弁財寺が立ち、休憩所や幸運の滝などのパワースポットが存在します。夏なんか涼しくていいですね、ここは。でもこの美しい泉のどこが地獄なんでしょうか。この清左衛門地獄池の言われですが、いろいろな説がありますが、有力なところだと、昔この地域では水不足で農地が荒れていました。そんな中、馬に乗って水源を探し回っていた狩野の有力者加藤清左衛門という人がこの場所まで来ると、ぬかるみに足がはまり、乗っていた馬もろとも地中深く沈んでしまった。すると不思議なことに、そこから勢いよく水が湧き出してきた。地元の人が泉に向かって清左衛門、清左衛門と呼ぶと、一層深く水が噴き出し、この地は豊かな農地を広げることができた。そんな逸話が伝わり、誰からともなくいつしかこの美しい泉は清左衛門地獄池と呼ばれるようになった。ちなみに後に漢学者の奥津博という人が地獄という名前は良くないと言って浮泉と名称を変えようとしたみたいですが、すでに清左衛門地獄池と親しまれてしまったので変わらなかったみたいです。アニマル帝団のお猿モンキッキーお猿モンキッキーお猿と同じ流れですね。この清左衛門地獄池は平成の名水百選で神奈川県では唯一選定されたほどの名水。そしてこの良質な水と自然豊かな風土は、富士フイルムが歴史に名を刻む大企業になる原動力の一つとなる。そこら辺のお話を少しばかりしましょう。1932年、映画用フィルムの試作に成功した富士フイルムの前身である大日本セルロイドは、国産フィルム工場の建設に乗り出した。ちなみにこの2ヶ月後に映画史で最も重要な人物の一人であるチャールズ・チャップリンが初来日。映画つながりで一応紹介しておきます。話はフィルム工場に戻り、工場を建設する場所における重要な条件はこれらが挙げられた。特に豊富で良質な水ときれいな空気はフィルム製造上欠かせないものでした。適地探しには技師佐久間正介と、後に富士フイルムの社長に就任する春木栄が担当。2人は工場建設のため関東一帯から関西までかなり広範囲に足を伸ばしたが、最終的には東京近郊に絞られた。この調査でたまたま南足柄村の地を訪れた佐久間と春樹は、そこで清左衛門地獄池と呼ばれる遊水地に出会った。
明神ヶ岳の麓にある水源が豊かでのどかな南足柄村はまさに理想的なフィルム工場の適地。早速2人は社に戻り調査報告、水質調査などを経て具体的な工場建設が始まった。一方、南足柄村の人々はのどかな農村に突如巨大工場を建設するという話が持ち上がったので大変驚いたことでしょう。1932年8月7日、大日本セルロイドは清左衛門自国池から徒歩3分の距離にある極楽寺において地元有力者との会合を持ち協力を求め、その成果もありフィルム工場の買収は順調に進んだ。1934年、フィルム工場が本格稼働。南足柄市が純国産フィルム産業の発祥の地となり、その後日本が世界に誇る富士フイルムが誕生。もしかすると清左衛門自国池という名前のインパクトが工場に適した土地を探していた佐久間と春樹の目に留まり、その後の富士フイルムと南足柄市の発展につながったのかもしれませんね。まさに地獄で仏。多分使いどころが違う。ちなみに清左衛門自国池のこの部分ですが、とっても気になりますね。吸い込まれそうな穴。気になったので観光協会に聞いてみたところ、こちらの穴、以前は富士フイルムの工場へつながる取水口でしたが、現在池からは直接取水しておらず、この池の近くに井戸を採掘して工業用水にしているみたいです。教えていただいた南足柄市観光協会の方、ありがとうございました。いつもすいません。さあ、地獄の次は天へ行ってみましょう。先ほどちょろっと紹介した極楽寺はまさに天国っぽい名前ですね。今川義元の血筋を引く仏満禅師という和尚さんが建てた600年以上前から続く由緒あるお寺です。素晴らしいところでした。しかし今回ご紹介したい点はこちらではなく、目的の点は清左衛門自国池から歩いたら1時間ぐらい。道中トイレもないのでこの点を目指すときは気をつけてください。さあ、この右手にですね、看板が見えてきます。はい、こちら天の豆と書いてあるパン屋さん。今回はここへ行きます。これが紹介したい点です。しばらく行くと、本当にこんな山奥にパン屋があるのってちょっと不安になってきた頃に看板があります。ちょっと安心しますね、こういうのは。皆さんはメガネという映画を見たことがありますかね。まさにこんな描写が出てくるんですけれどもね、迷った頃に看板があると。このいいスタンス、いいディスタンス、違うな、いい距離感でね、看板がありますね。不安になった頃にちょうど看板があるような、そんな設計になってますね。無駄のない。あ、対向車いましたね。ちょっと安心しますね。パン屋さんの帰りでしょうか。少し道が開けてきましたね。ウォーキングされている方もいらっしゃって、さあ少し登っていくと、この左手にですね、はい、駐車場がありましたね。5台くらいは止められそうな駐車場です。じゃあここに止めていきましょう。あ、エコバッグ、親切な看板ですね。お店はですね、この先50メートルのところにあるみたいですよ。どうやらあの一帯ですね。どんなパンがあるんでしょうね。楽しみですね。あれかな、多分これがパン屋さんでしょうかね。はい、書いてありますね。天の豆。はい、こちらご紹介したい点がですね、
天の豆と書いて空豆さん。すごい理想的な森のパン屋さん。絵本の世界みたいですね。もう美味しい、きっと。こんにちは。で、訪れたのはオープン間もない11時半で、店内に入ると魔女の宅急便スタイルのオーダー式ですね。ご夫婦での経営かな。撮って大丈夫ですか？とても優しい雰囲気の方たちでした。こちらのパン屋さんは明神ヶ岳の水を使い、素材にこだわったパンが魅力。それぞれのパンの特徴がホームページに掲載されていました。7点ほど購入して、食パンなどの大きいものは昼の1時くらいに焼き上がるそうです。せっかく焼きたてなので近くでいくつか食べてみます。駐車場の隣にちょっとした休憩所があって、多分パンを購入したら使っていいんじゃないのかなと思いますが、違ったらごめんなさい。味はですね、生地がしっかりしていて、やや固めと言いますかね、香りもしっかりしていて、どんどんいっちゃおうと思ったらオウムが来た。匂いにつられてオウムが来ちゃいましたね。森なのでたまにはこういうこともあるんでしょうね。しばらくオウムが居座ってるので、今回は以上になります。残りは自宅で食べます。まだまだ魅力いっぱいの南足柄市、もうちょっとフラフラしていこうかなと思います。面白い場所があったらぜひ教えてください。ではまた。